皆様こんにちは、セリナです。今回は5月1日よりジバンシープリズムリーブルスキンケアリングコレクターに追加された新色ラベンダーとピンクを既存色と比較しながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。先日、ジバンシー様のオンラインイベントにご招待いただき、人気のスキンケアリングコレクターをお試しさせていただきました。今回の動画では、新たに新色として加わったラベンダーとピンクを既存色と比較しながら仕上がりや色補正についてご紹介していきます。少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ジバンシープリズムリーブルスキンケアリングコレクター。肌印象を自在にカスタマイズする色補正の雫。限定色が定番化で計5色展開に。プリズムリーブルシリーズのカラーコレクターから2025年スプリングコレクション限定色が再登場、定番色に。自然界にある光の魔法、プリズムを再現するように透明感あふれる明るさをもたらし、ケアしながら肌のトーンを整えます。新色のラベンダーは血色感と透明感を同時に引き出す。新色のピンクは血色感を与えトーンアップ。ブルーは黄みを抑え透明感アップ。グリーンは赤みをカバーし肌トーンを均一に。ピーチはくすみやシミをカバー。カラーコレクターを塗る前にまずはこちら。スキンパーフェクトコンパクトクリーム N という下地を塗っていきます。こちらはこんな感じのクリームテクスチャーになっていて、SPF30PA2 プラスの紫外線カット効果も入っています。風俗のパフに取ったら、優しくタップするようにのせていきます。クリームタイプですが、重さやベタつきがなくて、毛穴を埋めながら肌にスッと馴染んでいってくれる感じがします。肌感を残したまま、綺麗に毛穴カバーしてくれますね。はい、まずはこちら側半分に下地を塗ってみました。ほんのりピンクのカラーがついていますが、肌なじみがいいので、下地なしの方と比較をしても塗っている感がなく、自然に肌トーンを補正してくれているような仕上がりです。近くで見るとこんな感じです。こちらは色味の補正力というよりも、毛穴や凹凸の補正力がとても綺麗で、肌の透け感を残して軽やかなイメージのまま、毛穴や凹凸を埋めてフラットに見せてくれます。ベタつかない軽やかなクリームテクスチャーが毛穴を埋めてくれるので、厚塗り感は出したくないけれど、下地で毛穴カバーをしたいという方にものすごくおすすめです。クリームタイプなので適度な油分感もあり、乾燥が気になる時にも塗りやすいですが、肌表面には全くベタつきが残らないので、乾燥肌から皮脂が気になる肌タイプまで様々な方に使いやすいと思います。では、プリズムリーブルスキンケアリングコレクター、それぞれのカラーを比較しながらご紹介していきたいと思います。まずは新色のこちら、ラベンダーとピンクを塗り比べてみます。まずはこちら側にラベンダーを塗っていきます。こんな感じの結構青みが強めの明るいラベンダーカラーです。目の下にのせたら、目尻にも足して、鼻筋と額にものせていきます。今回は指を使ってぼかしていきます。こちらのコレクターはかなりみずみずしいので、しっかり色補正もしてくれますが、カラーコレクター初挑戦の方にも使いやすいです。指でもこんな感じで簡単になじませることができます。はい、まずはこちら側半分に新色のラベンダーを塗ってみました。カラーコレクターなしの方と比較をすると、ラベンダーの内側から発光するような透明感がわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。こちらのコレクターにはパールなどは入っていませんが、みずみずしい質感でつるんとしたツヤを演出してくれるのと、ラベンダーの透明感の効果で
パール系下地で作ったような発光感と滑らかさを演出してくれます。ツヤ感は欲しいけれど、パール系のアイテムを使うと毛穴が目立つのが気になるという方にすごくおすすめです。みずみずしくて滑らかなテクスチャーなので、乾燥が気になる時にも使いやすく、しっかり色補正してくれますが、カラーが固まることもないので、簡単に取り入れられるカラーコントロールアイテムだと思います。では反対側には新色のピンクを塗ってみます。ピンクも結構明るめですが、柔らかいカラーですね。ラベンダーと同じように塗っていきます。質感は全く同じなので、こちらもこんな感じで、みずみずしくてかなり伸ばしやすいです。ピンクはかなり肌なじみがいいですが、しっかり明るさも出してくれますね。はい、反対側には新色のピンクを塗ってみました。ピンクもしっかりツヤ感を出してくれていますが、肌の色は大きく変えずに自然に明るさを出してくれます。近くで見るとこんな感じです。だいたいいつも標準色くらいのファンデーションを使用する私の肌の上でも浮くことなく、肌なじみ抜群ですが、自然なツヤと明るさをプラスしてくれます。肌の色は大きく変えずに自然に明るさをプラスしたいという方にかなりおすすめです。新色のラベンダーとピンク、どちらも少量塗るだけでも肌にツヤ感と明るさをプラスしてくれますが、発光感と透明感のある肌に仕上げたい方はラベンダーがおすすめ。肌トーンは大きく変えずに自然に明るさとツヤ感をプラスしたい方はピンクがおすすめです。ではこの上にプリズムリーフルグローセラムファンデーションを重ねてみたいと思います。顔の中心にのせて軽くぼかしていきます。コレクターはみずみずしいので、ファンデーションの質感を邪魔することなく、こんな感じで簡単になじませることができます。はい、ラベンダーとピンク、それぞれ上にファンデーションを重ねるとこんな感じの違いです。顔を動かすとよりそれぞれの違いがわかりやすくて、まずピンクはファンデーションの色味にもあまり影響が出ていないですが、自然に明るさとツヤ感をプラスしてくれているのに対して、ラベンダーはこんな感じで内側から発光するような透明感がより際立つ感じがします。近くで見ても綺麗なツヤをしっかりと楽しむことができます。ラベンダーは特に顔を動かした時に内側から発光するようなツヤを楽しめるので、ハイライトなしでメイクを仕上げたい時にもすごく綺麗だなと思いました。続いては新色のラベンダーと人気色のブルーを比較してみたいと思います。こちら側にはすでにラベンダーを塗っている状態なので、反対側にブルーを塗って比較してみます。ブルーも明るさと透明感が出るカラーとしてかなり人気ですよね。こちらもカラー自体はかなり明るめですが、肌なじみがいいのでこんな感じで白浮きする感じが気になりにくいです。はい、新色のラベンダーと人気色のブルー比較するとこんな感じの違いです。ラベンダーもかなり明るさが出るなと思いましたが、ブルーはさらに木くすみを飛ばして明るく白っぽく光るようなツヤを演出してくれます。ただブルーもしっかり明るさは出ますが、ラベンダーと同じテクスチャーでみずみずしいので、顔の中心など部分的に塗ると白浮きも気にせずに使うことができます。近くで見るとこんな感じです。ブルーは肌の木くすみをしっかり予風してくれていて、ラベンダーは程よい血色感を残しながら透明感を出してくれているという違いがあります。はい、それぞれ上にファンデーションを重ねてみました。ファンデーションを塗るとよりそれぞれのトーンアップ力の違いがわかりやすいと思います。ラベンダーは透明感を出しつつも血色感も残してくれているのに対して、ブルーは木くすみを一切感じさせないようなかなり明るくスッキリした肌に見せてくれます。透明感と血色感のバランスよくトーンアップさせたい方はラベンダーがおすすめ。木くすみを抑えてしっかりトーンアップさせたい方はブルーがおすすめです。続いてはこちら。新色のラベンダーと赤みを補正してくれるグリーンを比較していきます。グリーンは肌の明るさを保ちながらしっかり赤みをカバーしてくれるところが使いやすいポイントです。ラベンダーとグリーン比較するとこんな感じの違いです。グリーンも明るさを保ったまま赤み補正をしてくれますが、ラベンダーと比較をするとトーンアップ感は控えめです。後ほどピンクとも比較しますが、ピンクとグリーンがだいたい同じくらいのトーンアップ感。続いてラベンダー、そしてブルーが一番トーンアップ力が強いという感じがしました。
グリーンはこんな感じでファンデーションを塗る前ですが、この辺りにあった赤みなどを自然にカバーしてくれている感じがわかりやすいと思います。ファンデーションをなるべく少量にナチュラルに仕上げたいけれど、赤みもしっかり補正したいという時に、こちらのグリーンを仕込むことで、肌の明るさや透け感は保ちつつ、精力をアップさせてくれます。はい、ラベンダーとグリーン、それぞれ上にファンデーションを重ねてみました。こちらの2つもファンデーションを重ねるとより違いがわかりやすくて、グリーンは明るさと肌っぽさは残しながらも赤みがしっかりカバーされているので、ラベンダーと比較するとよりスッキリした肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。同じくらいの量のファンデーションを重ねていますが、グリーンの赤み補正力の強さがわかりやすいと思います。続いてはこちら。新色のピンクとブルーです。すでに半眼ずつに塗っている状態ですが、やはり比較をすると、ピンクは肌の色を大きく変えずに自然な血色感とツヤを与えてくれているのに対して、ブルーは全5色の中でも一番トーンアップ感が強い感じがします。自然な明るさか強いトーンアップ感のお好みで選びやすいと思います。近くで見るとブルーの透明感とピンクの血色感の違いがよりわかりやすいと思います。はい、それぞれ上にファンデーションを重ねてみました。ピンクを塗っている方はふんわり柔らかい肌イメージ、ブルーを塗っている方は透明感あふれるスッキリとした肌に仕上がっていますよね。近くで見るとこんな感じの違いです。最後はピンクとグリーンです。やはりこの2つはだいたい同じくらいのトーンアップ力で、ブルーやラベンダーよりも自然に明るさをプラスしたい方におすすめです。ピンクは自然な血色感、グリーンは赤みを抑える補正感という違いがあります。それぞれ上にファンデーションを重ねるとこんな感じの違いです。どちらもファンデーションのトーン自体は大きく変えずに、ピンクはふんわりした柔らかい肌、グリーンは赤みを抑えた肌に仕上がっています。近くで見るとこんな感じの違いです。最後にオンラインイベントでご紹介いただいたカラーコレクターのおすすめの組み合わせ方をご紹介していきたいと思います。まずは肌全体に下地を塗っておいて、こちら側のベースにラベンダーを使っていきます。ラベンダーは先ほどのように顔の中心に置いてぼかしていきます。続いてこちらのアプリコットを使っていきます。アプリコットはまぶたの上のくすみや影になる部分に塗るのがおすすめとのことでした。こちらは結構カバー力があるので、手に出したものを指に取ってまぶたの上に軽くのせていきます。結構しっかりアプリコットのカラーがつきますが、こちらもかなりみずみずしいテクスチャーなので、目周りにのせても上から重ねるメイクに影響が出にくいです。まぶたの上や目の際の影の部分に使うと、こんな感じで自然にくすみを飛ばしてくれます。そして上にファンデーションを重ねていきます。そして仕上げにピンクのコレクターを指に取ってファンデーションの上からハイライトとしてのせていきます。ファンデーションの上から重ねても綺麗に馴染んでくれるテクスチャーです。反対側は同じ工程をグリーンとブルーで仕上げていきます。まずベースはグリーンで作っていきます。ファンデーションを重ねて、最後にブルーをハイライト代わりにのせていきます。はい、ラベンダーとピンク、グリーンとブルー、それぞれ組み合わせ使いを比較するとこんな感じの違いです。ラベンダーとピンクを使用すると、くすみを飛ばしながら柔らかさと明るさのある肌を演出してくれて、ブルーとグリーンを使用すると、赤みを補正しながらスッキリした肌に仕上げてくれます。カラーコレクターはファンデーションの上にハイライト代わりとしてのせてもこんな感じで、パールではないみずみずしいつるんとしたツヤを演出してくれるので、ファンデーションの上から重ねるのもとてもおすすめです。はい、ではこんな感じで、ジバンシーブリズグリーブルースキンケアリングコレクターの新色2色を既存色と比較しながらご紹介していきました。明るさを出してくれる4つの中で一番トーンアップ効果が高いと感じたのはブルー、続いて新色のラベンダー、
グリーンとピンクはだいたい同じくらいの自然なトーン感という印象でした。とても綺麗な仕上がりなので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。